ヨーロッパの中世には洗脳王国説や再洗礼派の異端諸宗派が各地に存在しており、トマス・ミンツァーもこれらの異端と結びつくことからその運動を展開した。清朝地下の中国にも無数の宗教的秘密結社があり、そこからやがて白蓮教徒や天理教徒の反乱が起こってくる。そして、幕藩体制下の日本においても、隠れキリシタン、富士伏せ派、隠れ念仏という3つの系譜の宗教的秘密結社があったのだけれども、世界史的に見て異例なのは、これらの異端の宗教思想も宗教組織も、近代社会成立期の歴史過程で何らの役割を果たさず、萎縮したまま終わるということである。このことは集権的封建制としての幕藩体制の構造的性格の一端を物語るものなのであろう。もっとも日本の場合でも自らの宗教的権威を盾にとって全ての既存の権威を批判するという方向は、法学的ながらこれらの異端の中に存在していたと思われる。例えば、非時訪問は、自ら信頼の位に入ったという、入信乱意という、として、既成の強権制的権威を否定するもので、本願寺の権威を認めず、仏像や仏画を拝むことも拒否して自分の心を拝むのだと言い、魚鳥を自由に食べ、入信のために特別の儀礼を設けて信者と不信者をはっきり区別し、そのことによって特別の教派、ゼクテを作っていた。すなわち、仏となった自分の心が究極の権威なのであって、既成の教説も教団も儀礼もすべて否定されたのである。そしてもしこのような自己の宗教的権威を確信する教派が至るところで発展していけば、そこに激しい宗教的な争いが起こり、その結果一つの時代の精神的、イデオロギー的権威は根本から動揺させられたであろう。しかし日本の場合、非時訪問に見られるように、こうした動向は極めて未成熟で法画的なままに終わってしまった。そして宗教的異端の未成熟というこの特質は、近代日本のイデオロギー史的特質を根本から規定するものであると考える。なぜなら激しい宗教闘争を通じてこそ、近代市民社会に特有の言論、社会、結社、思想と信条などの自由権が成立してくるからである。ヨーロッパではそれらの自由権は何よりもまず宗教的言論、宗教的集会、宗教的結社などの自由として主張され容認されていったのであって、こうして人々の内面的世界に対して権力が干渉しないという市民的国家の原則が樹立されたのである。もし日本の近代化過程において宗教的異端を考えるとすれば、黒住教、金光教、天理教、丸山教、大本教などの新宗教がそれに当たるだろう。ある時期の天理教、丸山教、大本教にはそうした性格がよく現れている。これらの新宗教において神がかりを通して宗教的権威が成立すると、それはやがて現世の権力に対しても自らの権威の至高性を主張するようになり、そのことは幕府や天皇制国家による精神的権威の独占と相入れないものとなるのである。このことに関連してやや唐突であるが、これらの新宗教の基盤である民間信仰的な伝統においては、神と天皇には同じ用語が用いられたということを指摘しておきたい。例えば、その住居は共に宮と呼ばれ、歩行することは共にみゆきと呼ばれ、配偶者は共に妃と呼ばれた。藤公の行者、職公弥勒は、自らを菩薩と呼んだばかりか王と呼び、自分の妻を女房、娘を姫と呼んだのもそうした事例であり、ここでは弥勒は自分を天使になぞらえるとともに神にもなぞらえているのである。つまり日本の伝統的意識において神秘的な体験を媒介として宗教的権威が成立すると、それは嵐戸神天皇のミニチュア版になるのである。このことは天理教や大本教、ことに後者において確証される。例えば大本事件で開祖の墓が徹底的に破壊されたのは、それが奥付きと呼ばれ天皇の御陵に極示していたからであった。どのように未熟なものであっても、このような思考の宗教的権威が成立することは、国家権力による精神的権威の独占と原理的に対立する。だから天皇制国家主義に随順する以前の天理教、丸山教、大本教などは、徹底的に弾圧されたのである。有力な宗教的異端が存在しなかったこと、あるいは一時的には存在しても徹底的に弾圧されたことは、国家権力による精神的権威の独占という天皇制イデオロギーの特質と裏腹の関係をなしている。こうして日本の近代化過程においては宗教的異端の伝統は良かったのであるが、しかし既成の権力に民衆の幸福を期待し得ないことが、様々な痛切な体験を繰り返すことによって理解されると、宗教的権威を振りかざして世直しが求められざるを得ない。それは宗教的幻想を媒介としたトータルな社会変革の構想である。宗教的幻想を媒介にしてしかトータルな解放を構想し得ないところに、あるいは宗教的な幻想を媒介としてではあるが、ともかくもトータルな解放を構想し得るところに、
私たちは近代社会成立過程における民衆の歴史的位相を見ているのである。初期の天理教、明治10年代の丸山教、大本教に民衆の立場に立つ世直し観念が濃厚に現れていたことは周知のことである。これらの宗教的世直しが天皇制国家に対決して実現しようとしていたのはどのような社会なのか。明治初期、明治7年頃から10年代におけるの天理教を例として概観してみよう。まず天理教の神は一列を一人も余さず助けたいという世界全体の普遍的な救済を目指す普遍心である。そしてこの神はこの世の創造心であり絶対心であるから普遍的な救済が可能なのだが、そのためには真実の神の残念が晴らされねばならない。つまり真実の神をないがしろにした人々が罰され、あるいは悔い改めさせられなければならない。この立場から一方では世界をままにする神、高山が鉱山が否定され、これからは神の力と神たるの力比べをすると思えよとされる。つまり神の権威と力が現世の支配者の権力と徹底的に戦うのである。天理教の神は、神たるは世界中をままにする。神の残念、これを知らんかと激しく憤る神であり、どんなかしをするや知れんで、と厳しい復讐を図る神である。他方でこの神は民衆に対しては悔い改めて正しい生活をせよと迫る。人間は本来は神の子であり、それゆえに人間の本性は善であり、悪い人間もちょっとの誇りがついたゆえに過ぎない。しかし人々が救済されるためにはこの誇りが払われ、人々が悔い改めなければならない。誇りとは基本的な人間悪であって、欲しい、可愛い、欲、傲慢、憎い、恨み、腹立ちの8個とされる。こうして、天理教の神は現世の権力を厳しく批判するとともに、民衆に対しては改心して道徳的生活を送るように命ずる世直しの神である。それではこのようにして実現される神が支配する理想性とはどのようなものであろうか。こうした理想性を表すと思われる若干の引用をしてみよう。だんだんと心勇んでくるならば、世界世の中、ところ繁盛。その後は、読まず死なずに弱らずに、心次第にいつまでもいいよ。また助け、理由形一列どこまでも、いつも豊作をしたいから。世界中、一列は皆清体や。世界中一列は皆兄弟や。他人というはさらにないぞや。これは勤勉で誠実な民衆がみんなで協力し合って作っている小生産者たちの理想社会である。そこでは人々の心は勇んで生き生きとしており、健康で安らかに長生きする。豊作は人々の真面目な労働によっていつも豊かであり、従ってまた社会は平和である。中山美紀は1に百姓、2に働き人、2に職人、4に商人、これ早く助けたいと述べたと言われるが、こうした民衆たちの願望が全て満たされているような社会である。天理教も丸山教も宗教的粉飾を剥ぎ取ってみれば、こうした小生者たちの理想社会を希求していたのであり、その世俗的思想にはどんな神秘性もない。それは勤勉で誠実な民衆なら誰でも望んでいたような社会である。しかし、このようなある意味では平凡な理想が、現実の中では確実に踏みにじられていくことが明らかになったとき、民衆は自らの理想を支配のイデオロギーから分離して表現するために、宗教という媒介を必要としたのである。明治中期以降になると、日本の民衆が発展させてきた平民的道徳は、次第に強く天皇制イデオロギーの中に編成されていき、欺瞞的で偽善的で私たちを締め付けるものに過ぎなくなっていった。他方でその欺瞞性や偽善性を見抜いた人たちは、どちらかといえば道徳の外へ出て、偽悪やシニシズムのポーズを取りやすかった。これに際して平民的道徳の最も良質的な部分を受け継ぐことで、天皇制国家に対決しようとした思想系譜はどこに求めたらよいだろうか。内村勘三や田中正造の思想は、平民的道徳をその最も良質な部分で受け継ぎ発展させようとすることを、少なくとも一つの思想的なモメントとしていたのではないかと考える。